スラモッパギーみずきあの青色 TV イエーイ始まりました。今日は長期滞在で持ってきていた方がいいベスト5を紹介したいと思います。それではどうぞ。こちらです。じゃーん、袋エコバッグ系です。こういうなんかちょっと小さい袋やったりとか、エコバッグとかを持ってきているとすごい楽です。結構このマレーシアでは袋を用意してもらうっていうのがなくて、コンビニとかでも、たまにもらえるとこもあるんですけども、もらえないところとかもあって、実際に私雑誌を買ったんですよ。雑誌買って袋欲しいと思って、これみたいな感じ、これプリーズみたいな感じで言ったんですけども、なんかあかんねんみたいな感じで袋をもらえなかったりもするので、なんか小さい袋とかエコバッグとかを持ち歩いているのはすごい大事だなと思いました。スーパーとかでも結構袋代が取られてしまうので、持っている方がいいと思います。こちらです。じゃーん、薬。はい、こういうお薬は自分でちゃんと持ってきてる方がいいです。いつ何が起こるか分からへんから、例えば急にやばい動けへんみたいな感じでなってしまうと、せっかくのね大事な滞在期間も台無しになってしまうので、こういうのを持ってきといて、マレーシア薬とか調べても全部が全部出てくるわけではないので、マレーシアでもいい薬、のど飴とかもいろいろあるんですけども、持ってこれる分は持ってきている方がいいと思います。はい、お医者さんでもらった私は薬とかを持ってきてるんですけども、そうじゃなくてバファリンとか、薬局とかで買える薬があるだけでも全然違うと思います。でも、薬にも個数も制限があるので、調べてちゃんと個数制限守りましょう。こちらです。じゃーん、今私は日本から持ってきた AG のメンズのなんかシートのやつなんですけども、こういう汗拭きシート系は結構役立ちます。シンプルに汗かきますね。でそういう時にも使えるし、だけじゃなくてこれウェットティッシュ代わりにもなるから、ちょっと手汚れたりしてもこういうのを持ってきとけば、汗だけじゃなくて手もスッと拭いて、しかもサラサラやんサラサラになるやんからね、こういうのはマジで持ってきてる方がいいと思います。で暑いからこういう風にスーってやったりしたら気持ちいいってなるから、はい、これ私はねおすすめです。ウェットティッシュとか汗拭きシートみたいなのを持ってきてると結構便利に使えます。屋台とかで手で食べるものとか、多くなってくるので、そういうちょっと汚れたりした時に服用で持ち歩きましょう。こちらです。じゃーん、ポケットティッシュです。はい、やっぱ重要やなって思います。なんでかっていうと、トイレで困るんですよね。はい、マレーシアのトイレは入った時にトイレットペーパーが中についてるところもあれば、外についててそれを自分で何枚か取ってから入るタイプもあるんで、入って鍵閉めて待てよ、もう脱いじゃったけどトイレットペーパーここないとこやんとかなってしまう時に、やっぱトイレットペーパーの代わりになるティッシュあれば楽ですね。もう私マレーシア着いてすぐポケットティッシュを買ったんですけども、もうカバンに入れてたらもうすぐなくなりましたはい、私がトイレットペーパーを持ってくるっていうのをね忘れてるからなんですけどもちゃんとそれをねなんか知れたら大丈夫だと思うんやけど、でもある方がいいですね。手汚れた時もそうやし、トイレでも使えるし、何かしらティッシュは大事やと思いました。日本ではなんかそんなにティッシュいらんやんって思うけど、こっちではティッシュ使うなってすごい思います。じゃん、はい、携帯だけ出されてもわからんってね、今実際ちょっと出したいんだけどね、違うんです。これはねフリーシムです。はい、一番私は長期滞在でもうほんまにこれがあってよかったなって思うのはシムです。いつもは海外旅行とかでも Wi-Fi を使ってたんですよ。で日本の携帯を Wi-Fi にしてつなげて使ってたんですけども、Wi-Fi を常に持ってないといけないし、誰かと一緒に行った時に誰かが Wi-Fi を持ってしまうと、一人離れた時に使えない、一人使えず一人使えるみたいな状態になってしまうんですね。でもそうじゃなくてフリーシムにすることによって
普通の携帯、普通に携帯、こっちで携帯として使えるから Wi-Fi とかもいらず、シンプルにもう検索もできるし、で一緒に来ている友達ともじゃあ何時待ち合わせなっていうのもここでできるから、もうめちゃめちゃ楽やなって思いました。で、帰ってきてから Wi-Fi つないだら Wi-Fi でも使えるし、マジでおすすめですね。なのでちょっと長期滞在で携帯どうしよっかな、 Wi-Fi 長期借りるかって考えてる方は SIM フリーの携帯スマホを買って、で実際にマレーシアに着いてから SIM を購入して、使えばいいと思います。私は8ギガの SIM を買ったんですけども、なんか知らんけど16ギガになってたんですよ。ギガが増えたりとかで全然使えるなって思いました。ちなみに私が使っている SIM カードはホットリンクというところの SIM カードを使っています。なのでマレーシアで長期滞在考えている方はホットリンクの SIM 本当におすすめです。でSIM がなくなったとしても追加でコンビニとかでも買えるので、私は SIM をゴリゴリ推しにおすすめいたしますので、みんなもSIM 一回使ってみてほしいですね。はい、ということでね、今回は長期滞在に便利な商品の紹介でした。ということで本日も見てくれてとりまかし。また次回の動画でお会いしましょう。ジュンパラギー。